ジョン・ D ・ロックフェラーとスタンダード・オイル、独占の王と反トラスト時代の幕開け。スタンダード・オイルが最高裁の判決を受け解体された瞬間、アメリカの産業構造は劇的に再編された。裁判所は、ロックフェラーが築いた垂直統合と水平統合のネットワークが、不合理な競争制限をもたらすと断じ、企業体を34の独立会社に分割するよう命じた。この分割は単なる資産割り振りにとどまらず、当時の市場支配を根本から揺るがす意図的な政策介入であった。分割後に誕生した企業は各々が独自の経営体制を整え、次第に新たな競争環境の中で再編成を進めた。最も規模が大きかったのは、元トラストの中心的役割を担っていたニュージャージー系の会社で、後にエクソンへと名称を変えた。別系統ではニューヨーク系がモービルへ、カリフォルニア系がシェブロン、インディアナ系がアモコと変貌し、各社が独自のブランドを確立した。これらは、分割前に共有していたパイプライン網や倉庫施設を引き継ぎつつ、各社が自らの販売網と生成能力を再構築した。分割の直接的効果として、国内の石油市場に新たな参入者が出てきたことが挙げられる。かつてロックフェラーのリベート契約と価格ダンピングにより締め出されていた小規模精製所や販売業者が、独立した企業体の出現に伴い再び取引の場を得た。結果として価格競争が活性化し、灯油やガソリンの販売価格は徐々に下落した。消費者は独占的高価格から解放され、地域ごとの市場は多様化した。しかし、分割された企業は依然として強い結びつきを残していた。元トラストの共通利益を守るため、非公式な情報交換や価格調整が暗黙の了解として続いたことは、後の調査でも指摘されている。こうした潜在的協調は完全な競争回復を妨げ、分割後も一定の寡占構造が残存した。実際、エクソンとモービルはそれぞれが独自に技術開発と市場拡大を進める一方、共同でパイプライン保守や輸送インフラの最適化に協力し、間接的に市場支配力を維持した。長期的影響は20世紀後半のエネルギー産業に顕在化した。エクソンとモービルが再び合併し、エクソン・モービルという巨大企業体を形成したことは、分割の一時的な効果が時間とともに逆転した例として語られる。合併後の企業は、かつてのトラストが示した垂直統合の原則を再度取り入れ、原油採掘から生成、販売までを自社で完結させる体制を構築した。これにより、かつての独占的優位性と同等、あるいはそれ以上の規模経済を実現し、世界的エネルギー供給網の中枢へと躍進した。この歴史的流れは、単に一企業の解体と再統合の物語に止まらない。最高裁の判決が示した合理的基準の概念は、以降の反トラスト政策全般に影響を与え、AT&T の分割や1990年代末のマイクロソフト訴訟といった後続の独占訴訟の法理的基盤となった。ロックフェラーが築いた統合モデルは形を変えて現代のエネルギーとテクノロジーの巨頭に受け継がれ、競争と統制の二律背反が今日も続くことを示す象徴的事例となっている。しかし、この判決の背後には単なる法的論理だけでは説明しきれない。アメリカ社会の深層に根ざした複雑な葛藤と産業資本主義の進化過程があったことを忘れてはならない。1911年の最高裁判決という結末は、長年にわたる社会運動、調査報道、政治的力学が交錯した結果の氷山の一角に過ぎなかった。ここで改めて、スタンダード・オイルの台頭がもたらしたアメリカ社会の構造変化と、それをめぐる人々の感情、そして、ロバー・バロン、強盗貴族というレッテルが貼られた背景にある実像を、より詳細に掘り下げてみよう。まず、ロックフェラーが確立したトラスト、信託、制度の本質を当時の文脈で再考する必要がある。1882年に設立されたスタンダード・オイルトラストは、単なる企業合併の手法を超えて、資本主義の新しい形を示した画期的な試みであった。当時、
各州の法律は企業が他州で事業を行うことを厳しく制限しており、異なる州にまたがる事業体の直接的な合併は法的に困難だった。そこで、ロックフェラーの顧問弁護士サム・ドットが考案したのが、株主が自社株式を信託管理者に預け、代わりに信託証券を受け取る仕組みであった。これにより、オハイオ、ニュージャージー、ニューヨークなどに散在していた約40社の関連企業の経営権が、たった9人の信託管理者によって一元的に掌握された。この構造は驚異的な効率性と支配力を生み出した。信託管理者は各子会社の利益を統合し、全体の最適化を図れた。採掘から輸送、生成、販売に至るまでの全工程を一つの意思でコントロールする、垂直統合の完成型であった。例えば、原油の採掘地から精製工場までの輸送コストを極限まで下げるため、自前のパイプライン網を張り巡らせ、競合他社のパイプラインを購入、破壊することも厭わなかった。また、鉄道の輸送費を独占的に支配し、競合には高額運賃を請求する一方で、巨額のリベートやダミー、リベート、相対的な割引を受け取ることで、コスト構造において他社を圧倒した。このリベート制度は単なる値引きではなく、鉄道の利益構造そのものを利用した巧妙な操作だった。当時の鉄道は過当競争に陥り、運賃設定が不安定だった。スタンダード・オイルは自社の膨大な貨物量を武器に、鉄道会社に自社貨物を優先的に輸送する見返りとして、競合が支払う運賃の一定割合を返金させる契約を結ばせた。さらに、鉄道会社が自社貨物を運ぶ際に発生する運賃の一部を競合の運賃から差し引いてスタンダード・オイルに支払わせる。ダミー、リベートも存在した。これにより、スタンダード・オイルは事実上輸送コストをゼロにし、競合他社を価格競争の時点で排除する土俵を完全に支配した。こうして築かれたアメリカ石油独占は国内市場の 90% 以上を掌握するまでに成長したが、背後には地域社会の崩壊と小規模事業者の絶望があった。ロックフェラーの戦略は、参入障壁の構築に尽きた。新規参入者が精製所を建てても、スタンダード・オイルが支配する鉄道運賃や販売網を利用せざるを得なかった。そこでスタンダード・オイルは、競合が市場に出す価格よりもさらに安く販売する価格ダンピングを行い、相手を資金枯渇に追い込んだ。相手が撤退すれば価格を吊り上げ、利益を享受するというサイクルが繰り返された。この一連の行為は自由市場の原則を根底から覆し、多くの人々を強盗貴族と呼ばせ、社会的不安を煽った。この独占構造に最も鋭い批判を浴びせたのが、女性ジャーナリストの間タベルである。彼女が執筆したスタンダード・オイル・カンパニーの歴史、スタンダード・オイルの歴史は、1904年にマクレアーズ・マガジンに連載され、後に単行本としてベストセラーとなった。タベルはロックフェラーの富や権力を単に非難するのではなく、膨大な公的文書、裁判記録、証言、内部関係者へのインタビューを丹念に調査し、スタンダード・オイルの非道徳的かつ非合法的な行為を客観的事実に基づき暴き出した。タベルの筆致は冷徹でありながら読者の怒りを煽る力に満ちていた。彼女はスタンダード・オイルが鉄道リベートを悪用し、競合を破壊し、政治家を買収し、地域の雇用を奪った過程を具体的エピソードで描写した。例えば、ある地域で小さな精製所が営業を始めると、スタンダード・オイルはその地域の販売網を完全に掌握し、競合製品を店から引き上げさせ、場合によっては店自体を閉鎖に追い込んだという話や、競合の従業員をスパイとして雇用し機密情報を盗んだという卑劣な手口も証述した。さらに、スタンダード・オイルが慈善家としての側面を持つ一方で、富の源が搾取と不正
にあるという矛盾を浮き彫りにし、アメリカ国民の意識を大きく変えた。タベルの著作は単なる暴露記事を超え、調査報道の金字塔とされる。彼女がマッスル、暴露記者の時代を代表する一人として称賛されたのは、権力と巨額資本の闇を照らし出し、社会的正義を追求したからである。彼女の活動はシカゴのスラムや労働者の劣悪な労働環境を暴いたマックレーカー潮流と連動し、進歩主義時代の社会改革運動に大きな勢いを与えた。この世論の高まりは政治的動きへと直結した。当時の大統領セオドア・ルーズベルトは、ロックフェラーのような強盗貴族を容認しなかったが、巨大企業が国家経済に不可欠であることも理解していた。彼は、良き巨頭と悪き巨頭を区別し、悪しき独占を規制しつつ効率的な大企業は存続させるバランス感覚を持っていた。しかし、スタンダード・オイルのあまりに強引な独占行為は社会の反感を買い、ルーズベルトは反トラスト法の執行を強化せざるを得なかった。1906年に公布されたハーパー法は鉄道運賃規制を強化し、週刊商業委員会 ICC の権限を拡大したことで、間接的にスタンダード・オイルのリベート制度を攻撃した。1911年の最高裁判決に至るまで、司法省による長年の捜査と訴訟が重ねられた。この訴訟は、大きすぎるからではなく、企業が不合理に競争を制限しているという合理的基準オブに基づいて行われた。これは、すべての巨大企業が違法というわけではなく、市場競争を阻害するかどうかを個別に判断すべきだという原則を確立した。合理的基準の適用がスタンダード・オイル解体を決定づけた。裁判所は、スタンダード・オイルが市場支配力を乱用し、競合排除を意図的に図ってきたと認め、その行為が不合理な競争制限に当たると判断した。ロックフェラー自身は合法的で効率化の観点から正当だと主張し続けたが、裁判所の判断は厳格で、34の独立企業への分割という処罰が下された。この判決は、アメリカ資本主義史において国家が市場の自由を規制する最初の重大事例の一つとして記憶される。自由放任主義から政府介入と規制の時代への移行を告げる金であったが、影響はスタンダード・オイルの解体に止まらない。独占という概念そのものを再定義し、以後の企業統治、競争政策、経済思想に深い影響を与えた。解体後の各企業は独自の戦略で生き残りを図ったが、直面した課題は単なる競争激化だけではなかった。国際エネルギー市場の変化、第一次世界大戦による需要急増、そして自動車産業勃興に伴うガソリン需要の爆発的増加である。1914年に勃発した第一次世界大戦は、石油を黒い黄金としての地位を決定づけ、艦隊燃料、輸送手段、戦車、飛行機の動力源として不可欠とし、需要は予測不能なほど増大した。この国際的需要は解体企業に新たな成長機会をもたらした。エクソン、モービル、シェブロン、アモコはそれぞれが中東や中南米、アフリカなどの資源国へ進出し、国際的石油供給網を構築し始めた。かつて国内独占に専念していた彼らが、世界規模で資源確保、生成、販売のネットワークを再構築する過程は、まさにグローバル化の先駆けであった。注目すべきは、これらの企業がかつてのスタンダード・オイルの垂直統合モデルを国際スケールで再適用した点だ。原油採掘権を確保し、タンカーで輸送し、精製所で処理し、ガソリンスタンドで販売する一連のプロセスを自社で完結させ、コスト最小化と供給安定性を実現した。この戦略は第一次世界大戦中の混乱した国際情勢で極めて有効で、他社が供給不足に悩む中、彼らは安定した石油供給を実現し、戦争遂行に不可欠な存在となった。しかし国際展開は新たな競争と対立も生んだ。国内独占とは異なり、英国シェル、ブリティッシュペトロリアム、5の BP、
フランストータルなど強力な競合が存在した。競争は価格だけでなく、資源国の政治的影響力をめぐるゲームへと発展した。スタンダードオイル解体で生まれた企業群はそれぞれの国益と結びつき、資源をめぐる石油外交の中心に立った。同時期は石油化学産業の萌芽期でもあった。灯油や潤滑油が主製品だったが、ガソリン需要増に伴いナフサ活用が模索され、プラスチック、合成ゴム、肥料、医薬品など多様な製品開発へとつながった。解体企業は新技術の研究開発に巨額投資し、石油産業をエネルギー供給から多角的化学産業へと進化させた。一方で、解体の失敗を指摘する声もある。経済学者や歴史家の中には、スタンダードオイルの解体が規模経済を破壊し、結果として消費者に不利益をもたらしたと主張する者がいる。彼らはロックフェラーの垂直統合モデルが資源最適配分とコスト削減に極めて効率的であり、解体による重複投資と非効率が石油価格上昇要因となったと指摘する。また、34社は互いに協力し事実上のカルテルを形成したという見方もある。実際、1920、1930年代に価格調整や生産量制限が暗黙の了解で行われ、市場の安定が図られた。したがって、スタンダードオイルの解体は単純な善悪の問題で片付けられない。効率性と公平性、自由市場と政府規制、大企業の力と消費者権利という資本主義社会の永遠のジレンマを浮き彫りにした事例である。ロックフェラーが築いた帝国は形を変えて現代エネルギー産業の基盤となり、その影響は今も続く。この歴史は、アメリカにおける企業倫理や社会的責任 CSR の概念形成にも深く関わっている。ロックフェラーは巨額の富を築きながら、医学研究、教育、宗教活動に多額の寄付を行い、ロックフェラー財団を設立して公共財の提供に貢献した。しかし、その富の源が不正な独占にあったという事実は、慈善活動の正当性を揺るがす要因となった。この矛盾は、現代の企業経営者にとっても依然として重要な課題であり、富を築くことと社会への貢献をいかに両立させるかが問われている。スタンダードオイルの歴史は、メディアの力と世論形成についても示唆に富む。アイダ・タベルの調査報道が権力構造を揺るがし、政治変革を促した事例は、現代においても企業のパワハラ、環境汚染、データ不正などを暴くジャーナリストの重要性を示す。タベルの精神は現代のインベスティゲイティブ、ジャーナリズムに受け継がれ、権力の監視役として機能し続けている。また、1911年の最高裁判決が確立した合理的基準は、以後の反トラスト法解釈に大きな影響を与え、AT&T の分割やマイクロソフト訴訟、さらには現代の規制議論でも重要な基準となっている。企業規模そのものが問題ではなく、市場競争阻害行為かどうかを判断する基準は、技術進歩や市場構造変化に伴い常に再評価が必要である。現在のアメリカで、スタンダードオイルの遺産はエクソン、モービル、シェブロン、BP、QBP やモコなどの巨大エネルギー企業として存続している。これらはトラストの直系子孫でありながら、グローバル市場で競争し、環境問題や気候変動への対応という新たな課題に直面している。彼らはかつてロックフェラーが抱えた規模と効率のジレンマと規制と自由のバランスを求めつつ未来を模索している。スタンダードオイルの歴史は経済成長の陰にある格差問題とも切り離せない。ロックフェラーは米史上最も裕福な人物の一人であり、その富は現在の価値で数百兆円規模と推定される。この極端な富の集中は社会的不平等を助長し、政治的腐敗を招く要因となった。進歩主義時代の社会改革運動は、富の格差是正を重要目標に掲げた。現代においても大企業による富の集中と格差是正は政治的議論の中心であり、スタンダード
オイル時代から100年以上経ってもこの問題は解決されていない。むしろ技術進歩が新たな形で顕在化している。このようにスタンダードオイルの歴史は単なる過去の出来事ではなく、現代の経済、社会、政治、倫理を考える上で極めて重要な教訓を含む。資本主義の力がどれほど巨大であるか、そしてその力をいかにコントロールすべきかという課題は、人類が直面し続ける問題を象徴している。ロックフェラーという人物、スタンダードオイルという企業、そしてそれをめぐる社会の反応は、アメリカの成長と成熟の過程を如実に語っている。次に、この解体がもたらした具体的経済効果と産業構造変化を、さらに詳細なデータとエピソードで見ていく。1911年判決直後、市場は一時的混乱に見舞われた。かつて一つのネットワークだったものが34の断片に分かれ、供給チェーンの効率が低下し、運賃や販売価格に乱れ抗議が生じた。しかしこれは短期的現象に過ぎず、すぐに新たな秩序が形成された。各社は生存競争に身を投じ、特に生成技術革新と販売網拡大に注力した。かつてスタンダードオイル傘下で働いていた技術者が各社に分散し、研究開発が加速した結果、クラッキング法の改良が進み、ガソリン収率が大幅に向上し自動車普及の原動力となった。この技術革新は単一企業の独占状態では生まれなかった可能性が高く、競争圧力がイノベーションの触媒となった。販売網の再構築も興味深い変化をもたらした。かつてスタンダードオイルが独占的に支配していたガソリンスタンドは、各社が独自ブランドで展開し、消費者は複数選択肢を得てサービスや価格で競争が生まれた。小規模独立系販売業者も大企業との提携や協業で生き残り、市場の多様化が進んだ。しかしこの競争環境は全ての企業に有利だったわけではない。資金力や技術力の乏しい中小は大企業の圧力にさらされ、市場から姿を消すケースも少なくなかった。スタンダードオイル解体が完全な自由市場を実現したわけではないことは重要である。市場は単に企業数を増やせば均等になるものではなく、資本集積と規模経済が依然として支配的要因だった。この時期、特に注目すべきは石油産業と金融資本の関係変化だ。ロックフェラーはスタンダードオイル資金調達のため JP モルガンが大手銀行と密接に関係していた。解体後、各企業は独自の資金調達路線を迫られたが、依然として大手銀行との結びつきは強く、産業資本と金融資本の融合が進んだことは後の財閥的構造の方がでもあった。国際的視点で見ると、スタンダードオイル解体は米石油産業の国際競争力を高めた。かつて国内市場に閉じていた企業群が海外進出を加速し、中東やラテンアメリカの資源開発に乗り出した。これは第一次世界大戦後の世界秩序再編で米国が石油を武器に政治介入する基盤となり、解体が米エネルギー安全保障を強化し国際的影響力を拡大させた例といえる。このようにスタンダードオイルの歴史は多層的意味を持つ。独占禁止法の転換点であると同時に、企業成長戦略の教科書的事例であり、社会運動の勝利の象徴でもある。そして何より、資本主義のダイナミズムとその制御の難しさを示す永続的物語である。現代の視点から振り返れば、スタンダードオイル時代は米産業革命の頂点であり、同時にその影の部分が露呈した時代でもある。ロックフェラーは卓越した経営手腕とビジョンで米国を世界経済大国へ押し上げたが、多くの犠牲者と矛盾を生んだ。その矛盾は反トラスト法という形で解決しようとしたが、解決策自体が新たな問題を生むことになる。この複雑な歴史は、経済の効率性と社会的公正のバランスをいかに取るかという永遠の問いを投げかけ続けている。スタンダードオイル解体は一つの答えであるが、終わりではない。その後の歴史が答えの不完全さを示し、新たな挑戦を迫り続けてきた。最後に、この出来事が現代テクノロジー企業、特にビッグテック規制議論とどう関連するかを考える。スタンダードオイルが石油、
で世界を支配したように、現代の巨大 IT 企業はデータとプラットフォームで世界を支配している。プラットフォーム独占、データ囲い込み、競合排除、政府へのロビー活動という構造的類似性は反トラスト法の再考を迫る。スタンダードオイルの歴史は現代課題への重要なヒントを提供している。1911年の最高裁判決から100年以上が経過した今、再び独占と競争の境界線を問い直す時だ。スタンダードオイルの解体が市場を開放しイノベーションを促したのか、非効率を生み新たな河川構造を招いたのか、その答えは時代と視点で変わりうるが、一貫しているのは巨大権力への監視と市場健全性維持の不断の努力の必要性だ。ロックフェラーの遺産は石油供給網や巨大企業ブランドだけに止まらない。米国経済システムがいかに成長し、いかに修正され、いかに未来へ向かうかを示す生きた歴史書である。スタンダードオイルの物語は、次世代リーダーにとって重要な教訓であり続けるだろう。その物語には人間の欲望、死へ矛盾、希望がすべて詰まっている。このようにスタンダードオイルの歴史を深く掘り下げることは、過去への回帰ではなく未来への展望だ。過去の失敗から学び、成功から勇気を得て、より公正で持続可能な経済社会を築く必要がある。スタンダードオイル時代は最初の試金石であり、その教訓は現代が直面する複雑な課題解決の鍵を握っている。さらに個人の役割も考えるべきだ。アイダ・タベルのようなジャーナリストがいかに大権力構造を変えられるか、セオドア・ルーズベルトのような指導者がいかにバランス感覚で社会を導くか、そしてロックフェラーのような起業家がいかに富と影響力を社会に還元するか、これらの問いは今日を生きる私たちにも無関係ではない。スタンダードオイルの物語は終わりなき探求の始まりに過ぎない。その歴史は新たな解釈を呼び起こし、議論を喚起し続ける経済史の一章として閉じられるのではなく、現代社会の鏡として輝き続けるはずだ。私たちはその光を借りて、自らの進むべき道を見極めなければならない。スタンダードオイルの解体とその後の影響は、米国史だけでなく世界経済史において極めて重要な位置を占める。単なる企業分割という出来事を超え、資本主義の在り方を問い直す契機となり、その問いは今なお私たちに答えを求め続けている。さらに重要な視点として、スタンダードオイルの台頭と解体はアメリカ社会における成功の定義を揺るがした。ジョン・ D ・ロックフェラーはピューリタン的勤勉と禁欲主義を信条とし、富の蓄積は神の意と説き、自身の経済的支配を正当化した。彼の有名な言葉、私はただ効率的にやっただけだ。私はただ効率化を図っただけだ。は、資本主義における道徳と利益のジレンマを象徴した。ビジネスは単なる金儲けではなく、文明的秩序をもたらす使命とみなした。しかしこの見解は多くの人に受け入れられなかった。特に地方の中小生成業者や独立系販売業者にとって、スタンダードオイルの効率性は非道徳的圧力と欺瞞の連続だった。19世紀末、スタンダードオイルは競合に買収か破滅かの選択肢を突きつけ、買収交渉では虚偽の財務情報で相手価値を過小評価し、断れば即座に価格戦争を仕掛け、地域市場で燃料油を極端に安く売りつぶした。この手法はダンピングと呼ばれ、後に反トラスト法で規制された。鉄道会社とのリベート契約は構造的不正の典型例でもあった。当時法は全顧客に同一料金適用を原則としていたが、スタンダードオイルは秘密裏に自社だけに有利な運賃体系を結び、他社の運賃まで把握できる特権を持った。これは二重リベートと呼ばれ、実際に支払った運賃よりも少ない金額で済むだけでなく、他社が支払う運賃の一部を還元されるという、まさに空中歩行のようなメカニズムだった。この制度により競合は物流コストで圧倒され、自然に消滅した。
タベルの調査報道は単なるジャーナリズムを超え、社会運動として広がった。マクレアーズ詩での連載は複雑な経済構造を一般に可視化し、怒りと共感を呼び覚ました。彼女は感情的非難ではなく膨大な一次資料、契約書、内部文書、証言に基づき冷静に論じ、政府や司法当局も無視できなくなった。特に衝撃的だったのは、スタンダード、オイルがトラストという法的仕組みを利用し、事実上全国独占を実現していたことの暴露だった。トラスト制度は1882年に設立されたスタンダード、オイル、トラストに橋を発し、複数州にまたがる企業を一つの中央管理組織で統合する回避策だった。各州の法律が多州企業活動を制限していたため、株主が信託者に株式を委ね、信託者が全企業を一括運営することで、法的には別会社でも実質的に完全統制が可能となった。このトラストが語源となり、トラストバリアン、信託アクトという別称が巨大資本家に向けられた。この抜け穴を塞ぐために1890年のシェルマン反独占法、アクトが制定されたが、当初はほとんど機能しなかった。法律表現が抽象的で、貿易の制限の解釈が曖昧だったため、企業側は容易に法をすり抜けた。初期の裁判では労働組合のストライキが貿易の制限として訴追される逆説的結果すら生じた。セオドア・ルーズベルト大統領1901、1909の登場で状況は変わり、彼は自称信託法会社として積極的に反トラスト訴訟を提起し、スタンダード、オイルを含む30以上の企業に法的措置を講じた。彼の政策は単なる取り締まりではなく、公正な競争を守る大統領の責任という理念に基づいていた。ウィリアム・ハワード・タフト政権下で司法省が正式にスタンダード、オイル解体を求める訴訟を起こし、1911年の最高裁判所判決へと至った。この判決の核心は、パーフェクト、バランス、オブという新法理の採用だった。すべての独占外法とするのではなく、不合理に貿易を制限する、独占行為のみ対象とする判断である。これによりスタンダード、オイルは、市場支配を通じて競争排除の意図と行動があったと認定され、違法とされた。解体後、34の独立企業に分割されたうち、エクソン、モービル、シェブロン、コノコフィリップスなどが主要後継企業として名を連ねた。興味深いのは、これらがそれぞれ巨万の富を築き、20世紀を通じて世界エネルギー市場を牽引したことだ。特にエクソンとモービルは20世紀末に再び合併し、エクソン、モービルとして現代最大の石油コンツェルンとなった。すなわち、反トラスト法による解体が産業多様化と国際競争力を促進した一方、巨大企業の再生という皮肉な結果も生んだ。この歴史は慈善活動と資本主義の関係にも示唆を与える。ロックフェラーは晩年、莫大な財産の大部分をロックフェラー財団を通じて寄付し、医学研究、特に公共衛生、教育、シカゴ大学創設、中国医療支援、北京共和医学院など世界規模で貢献した。しかし、こうした慈善は過去の非道徳的経営を洗浄する手段ではないかという批判も根強く、フィランソロピーの両義性と呼べる善意の裏に社会的承認を得ようとする戦略的意図が潜んでいる可能性がある。結局、スタンダード、オイルの物語は、善か悪かという単純に対立で語り尽くせない、技術革新と搾取、効率化と排除、個人の野心と社会利益が渦巻く、複雑な現代資本主義の原風景である。そして今日をはじめとするデジタルプラットフォーム企業が直面する反トラスト問題も、19世紀末の闘争と驚くほど類似している。データ独占、アルゴリズム差別、中小事業者へのプレッシャーは、当時のリベートやダンピングと構造的に同じである。したがって、歴史は繰り返す、と軽々しく言うのではなく、
歴史から何を学ぶかを真剣に問わなければならない。反トラスト法は単なる企業分割のツールではなく、社会価値観を反映する動的制度である。スタンダードオイル解体は1911年の出来事にとどまらず、毎日の政策判断、消費者意識、メディア監視の中で今も進行中のプロセスなのだ。19世紀末の鉄道業界はスタンダードオイルにとって生命線でもあり、弱点でもあった。当時、石油を東海岸港や中西部市場へ運ぶ唯一手段は鉄道であり、鉄道は複数石油業者を相手に運賃交渉が分散していた。ロックフェラーはこの構造に目をつけ、鉄道とのリベート契約を密約で結び始めた。これは単なる値引きではなく、スタンダードオイルは他社が支払う通常運賃の30、40% を上回る割引を鉄道に要求し、代償として自社輸送を独占的に割り当てて、競合の輸送量を意図的に減らす、輸送量の差別化を実行した。さらに鉄道はスタンダードオイルが提供する輸送量予測データをもとに、他社の輸送計画を漏洩する情報操作までいった。この鉄道ダンピングは競合企業が物流コストで圧倒され自然に倒産するよう設計された経済的兵器だった。この構造の陰にはロックフェラーの情報戦略があった。鉄道の運行スケジュール、貨物積載量、運転士の思考まで細かく収集、分析する専門チームを組織し、モニタリングユニットと呼ばれ、各駅に潜入した情報員が競合タンク車の出入りを記録し、夜間輸送を観察した記録によれば、情報員は競合タンクが満タンになるのを待ち自社輸送を増やし、鉄道キャパシティを埋め尽くす戦術を取った。結果、競合は輸送が取れないため工場停止を余儀なくされた。この手口は当時法で商業秘密侵害や不正競争に該当しなかった。情報収集は公的記録観察の範囲とされ、鉄道契約は商業上の自由の一部とみなされた。鉄道支配は物流優位性を超え、地域社会の経済構造を変容させた。オハイオ州の小さな製製所がスタンダードオイルの輸送契約を失うと、地元銀行は融資を停止し、労働者は解雇、町の商店は客を失った。この経済的孤立はロックフェラー戦略の本質、競合を物理的に排除せず、社会、経済環境を変えて自滅させるを如実に示した。間、タベルはこの現象を石油の地が町の地となり、町の地が石油の地になると表現し、支配が企業拡大だけでなく、地域の生命線を奪う行為であると警鐘を鳴らした。この鉄道密約は政治腐敗とも深く結びついた。複数州議員が鉄道から寄付金として資金を受け取り、スタンダードオイルの輸送契約保護に使われた。1890年代初頭、ニューヨーク州議会は鉄道運賃透明化法案を提出したが、議事録が紛失、審議が中断。後に判明したのは、議事録にスタンダードオイルが議員に支払った運賃調整金の詳細が記載されていたこと。この事件は政治と資本の共生関係の象徴であり、反トラスト法が法律文言だけでなく政治的権力構造に直面していたことを示した。こうした状況で間、タベルのスタンダードオイル氏は単なる調査報道ではなく、社会的証言の形をとった。鉄道元従業員、元スタンダードオイル社員、倒産した製製所経営者の証言を丁寧に収集し、各々の声を個別の物語として出版した。彼女の記事は数字や統計ではなく、ある町のパン屋が石油輸送が止まった日から毎日10個のパンを焼けなくなったという具体的描写で読者を動かした。この人間の物語が抽象的な独占概念を日常の苦しみとして刻み込み、判決文にも影響を与えた。
判決文には、社会的、経済的、テキストはここで途切れます。圧力によって、競争の自由が抑圧された。その背後には、アイダ・タベルの取材によって浮かび上がった無数の普通の人々の失われた日常が存在していた。オハイオ州の小さな精製所がスタンダード・オイルの輸送契約を失うと、地元銀行は融資を停止し、労働者は解雇、町の商店は客を失った。アイダ・タベルはこの現象を、石油の地が町の地となり、町の地が石油の地になる、と表現し、支配が企業拡大だけでなく、地域の生命線を奪う行為であると警鐘を鳴らした。鉄道密約は政治腐敗とも深く結びついていた。複数州議員が鉄道から寄付金として資金を受け取り、スタンダード・オイルの輸送契約保護に使われた。1890年代初頭、ニューヨーク州議会は鉄道運賃透明化法案を提出したが、議事録が紛失、審議が中断。後に判明したのは、議事録にスタンダード・オイルが議員に支払った運賃調整金の詳細が記載されていたことだった。こうした状況でアイダ・タベルのスタンダード・オイル氏は単なる調査報告ではなく、社会的証言の形をとった。鉄道元従業員、元スタンダード・オイル社員、倒産した精製所経営者の証言を丁寧に収集し、各々の声を個別の物語として出版した。彼女の記事は数字や統計ではなく、ある町のパン屋が石油輸送が止まった日から毎日10個のパンを焼けなくなったという具体的描写で読者を動かした。1911年5月15日、最高裁判所がスタンダード・オイルの解体を命じた日、ニューヨークの株式市場は一時的に動揺したが、その後、市場はむしろ活況を呈した。分割された34社の株式は、それぞれが独立して成長する可能性を秘めていたからだ。投資家たちは、ロックフェラーの巨大な単一の巨頭ではなく、無数の小さな塔の集まりにより高い成長性を見出した。この現象は現代のスタートアップエコシステムと酷似している。巨大なプラットフォームが壊れると、その下に隠れていた小さな革新が光を浴びる。スタンダード・オイルの解体は単なる罰ではなく、資本主義のリセットだった。そしてそのリセットの果てに、エクソンとモービルが再び合併したという皮肉は、資本主義の本質、支配の構造は変化しても、支配の欲求は消えない、を鋭くついている。